データの先に見える世界のリアル。男の独身は勝ち組、そんな言葉がネット上にあふれている。結婚しなければ自由がある。お金も時間もすべて自分のものだ。しかしデータは全く別の現実を示している。生涯未婚の男性の死亡年齢の中央値は 67.2 歳。有配偶男性の 81.6 歳と比べると14年以上の差がある。幸福度の調査では未婚男性は4グループ中ダントツの最下位だった。自由と引き換えに何を失っているのか。数字が語る男の独身の真実を見ていく。チャプター1、生涯未婚率の現状、3人に1人の時代へ。日本の生涯未婚率は急速に上昇している。生涯未婚率とは、50歳時点で一度も結婚したことがない人の割合を指す。2020年時点で男性の生涯未婚率は 28.3% に達した。約4人に1人の男性が生涯を独身で過ごしている計算だ。国立社会保障人口問題研究所の推計では、2040年に男性の 29.5% が生涯未婚になると予測されている。3人に1人近くの男性が独身のまま一生を終える時代が目前に迫っている。年代別に見ると、30代後半の未婚率が特に急増した。35から39歳男性の未婚率は、1980年には 8.5% だったが、2020年には 34.9% まで上昇した。40年間で実に4倍以上になった数字だ。婚姻件数は2022年に50万件を下回り、戦後最低水準を記録した。当たり前とされた結婚が統計的に少数派になりつつある年代も出てきた。男の独身は勝ち組という語りが広がった背景には、こうした数の増加がある。独身男性が増えるほど、その生き方を肯定する声も広がっていく。しかし、人数が増えることと、その状態が幸福であることは、全く別の話だ。自由と感じる局面は確かにある。ではそれは、生涯にわたって続くものなのか。経済の実態から見ていく。チャプター2、経済の実態、自由か、老後リスクか。独身は金が貯まる、という感覚は、部分的には正しい。家賃、食費、あらゆる出費をすべて自分の判断で管理できる。子育てコストもかからず、可処分所得の自由度は高い。しかし年収のデータを見ると別の現実が見えてくる。国税庁の民間給与実態統計調査では、有配偶男性の平均給与は未婚男性より高い傾向が示されている。差は年収中央値で100万円以上に達するとも言われる。これは、高収入の男性ほど結婚しやすいという選択の偏りの側面もある。ただし、どちらが先であれ、独身男性の年収が相対的に低い傾向は統計に現れている。さらに老後になると、差はより明確になる。2人以上の世帯はリスクを分散できるが、単身世帯はすべてのリスクを1人で引き受ける。収入の喪失、病気、介護、そのすべてが個人に集中する。総務省の調査では、65歳以上の単身男性の貧困率は、高齢夫婦世帯より高い水準にある。若い頃は余裕があったのに、老後に経済的困難を抱えるケースが生まれる。若年期の経済的余裕は本物だ。しかし老後のリスクも、統計的に本物だ。独身のお金の自由は、今だけ見るか、一生で見るかで、全く違う景色になる。チャプター3、幸福度と孤立、データが語る孤独の実態。幸福度の調査が、独身男性について厳しい現実を示している。既婚男性、既婚女性、未婚女性、未婚男性の4グループを比較すると、未婚男性の幸福度が一貫して最も低い。ある調査では、未婚男性の幸福度スコアは、10点満点中 5.45 点、既婚男性より 1.4 点以上低かった。友人関係のデータも孤立の深刻さを示している。内閣府の調査では、
悩みを相談できる友人がいないと答えた男性の割合は女性の約3倍だった。OECD の国際比較では、日本の男性の社会的孤立度は21カ国中ワースト1位を記録した。一人が楽と感じていても、相談できる相手がいない状態は、精神的健康に蓄積的な影響を与える。うつ病の発症率も、未婚男性の方が既婚男性より高い傾向が示されている。コロナ禍以降、孤立を感じる人の割合は全体的に上昇した。しかしその上昇幅は、未婚男性において特に大きかった。人とつながらなくてもいい、という感覚は、若い頃は成り立つかもしれない。しかし年齢を重ねるにつれ、孤立は確実に健康リスクへと転化していく。幸福度の差は、感情の問題だけでなく、生活の質や寿命にも連鎖する。自由を選んだ結果として、孤立が積み重なる。それがデータの示す構造だ。では、その孤立は、寿命にどれだけ影響するのか。次のデータを見ていく。チャプター4、健康と寿命、14年という差は何を意味するか。生涯未婚男性の死亡年齢の中央値は 67.2 歳だ。有配偶男性の中央値は 81.6 歳。その差は 14.4 年。これほどの差が生まれる理由は何か。第一に、結婚セレクション効果がある。もともと健康で経済力のある男性ほど結婚しやすいという選択の偏りだ。しかし研究者の多くは、セレクション効果だけでは説明できないとしている。結婚による保護効果が存在するという根拠が複数の研究から示されている。パートナーは健康管理の促進、医療受診の働きかけ、精神的サポートという形で寿命に正の影響を与えるとされる。実際、受診率を比較すると、既婚男性の方が定期健康診断を受ける割合が高い。ちょっと体調が悪いと感じたとき、声をかけてくれる人がいるかどうかは、早期発見の可能性を大きく左右する。データはあくまで集団の傾向であり、すべての独身男性が同じ軌跡をたどるわけではない。しかし14年という差が、統計的に繰り返し確認されているという事実は重い。67歳という死亡中央値は、定年退職からわずか2から3年後に相当する。老後を楽しむ期間がほとんど存在しない。老後は自由に生きるという計画が統計的に実現しにくい。寿命の差は孤独死という問題とも深く結びついている。チャプター5、孤独死と老後リスク、83% が男性という現実。孤独死のデータが男性の老後リスクを鮮明に映し出している。孤独死の 83.3% は男性で、平均年齢は61歳とする推計がある。61歳は定年を迎える前後の年齢だ。孤独死は高齢者だけの問題ではない。中高年男性に集中しているという事実がしばしば見過ごされている。なぜ男性に集中するのか。第一の要因は社会的ネットワークの構造的な差だ。男性は職場以外の人間関係を構築しにくい傾向がある。退職すると日常的な接触がほぼゼロになるケースも少なくない。女性は趣味、地域、友人関係を複数維持することが多く、退職後も孤立しにくい傾向がある。第二の要因は助けを求めにくさだ。男は弱音を吐くなという文化的規範が相談行動を抑制する。体調の悪化や生活の困窮を周囲に知られないまま深刻化させるケースが生まれる。第三の要因は制度とのつながりにくさだ。介護保険、生活保護、地域包括支援センターなどの制度は存在するが、単身男性は入り口にたどり着きにくい。老後の孤立は孤独死という形で数字に現れる。亡くなってから発見されるという状況が現在進行形で広がっている。では、なぜ独身は勝ち組という語りがこれほど広まったのか。その構造を最後に見ていく。チャプター6、なぜ勝ち組という語りが広まったのか。男の独身は勝ち組という言説はどこから来たのか。
一つは、結婚コストへの反応だ。子供一人を大学まで育てる費用は、私立理系なら2000万円を超えるとも言われる。そのコストを避けられる独身を合理的な選択と見る視点は、説得力を持つ局面がある。二つ目は、若年期の自由の実感だ。20から30代の独身男性は、可処分所得、時間、行動の自由度が高い。今が良ければいい、という現在思考の中では、この感覚は現実のものだ。しかし、勝ち組の根拠となるデータは、そのほとんどが若年期の一側面に過ぎない。健康、寿命、老後リスクという時間軸の長い指標は20代には体感しにくい。中長期で見ると、幸福度、健康、寿命、孤立リスクのすべてにおいて、未婚男性は不利な傾向を示している。勝ち組という語りは、見えやすいコストと見えにくいリスクの非対称性によって成り立っている。個人の選択を否定することが目的ではない。ただ判断するなら、データの全体像を見る必要がある。エンディング。男の独身は勝ち組なのかという問いに、データはどう答えたか。短期的な自由と経済的余裕は確かに存在する。しかし中長期で見ると、幸福度、寿命、孤立リスクのすべてにおいて、未婚男性の数字は厳しい。これは、結婚を進める話ではない。パートナーがいれば万事解決するわけでも、独身が悪いわけでもない。独身が得で、結婚が損、という単純な語りは、データに支持されていない。見えているコストと、見えていないリスクを、同じ視野に入れることが重要だ。あなたはこのデータを見てどう感じたか。ぜひコメントで教えてほしい。次回も、データで社会の実態を深掘りしていきます。